ガンダムデバイズエクシアとデバイズデュナメス。この2機はダブルドライブシステム用のテスト装備 GN デバイズバックパックをガンダムエクシアとガンダムデュナメスに追加装備させたバリエーション形態である。開発時期はソレスタルビーイングが武力介入を開始する前から行われており、エクシアとデュナメスに搭載しての実証実験はシーズン1のセツナがアザディスタンでの紛争を非武装で解決した頃に行われている。この時本来はオリジナルの GN ドライブが2機必要となるが、数に限りがあるため片方を粒子貯蔵タンクで代用していた。それでもダブルドライブシステムがもたらす力は凄まじく、ガンダムマイスターであるセツナの技量も合わさってソレスタルビーイングのメカニックイアン・バスティの想定を超える戦闘能力を発揮してみせた。ダブルドライブシステムについて GN ドライブ2機を直列に接続することで通常の2倍の粒子量を生み出すシステムであり、第3世代ガンダムの強化と第4世代ガンダムへの標準装備を見据えて開発されたシステムがこのダブルドライブシステムである。このシステムによって機動力の向上と攻撃力の増加を実現。2機以上の GN ドライブもしくは GN ドライブタウ疑似太陽炉を1機に搭載したシステムをマルチドライブシステムといい、単純に GN ドライブを搭載した分だけ出力が上昇する仕組みになっている。ただし製造が難しい太陽炉を複数保有しなければならないという問題点がある。またダブルドライブシステムの試験機として開発されたガンダムアストレア2と GN アーマータイプ E を介してのダブルドライブ起動試験ではうまく起動させることができず失敗している。この時アストレア2には粒子貯蔵タンク2機、 GN アーマータイプ E には大型粒子貯蔵タンク1機という合計3機の粒子貯蔵タンクで試験を実施したが失敗しているため、ダブルドライブシステムを起動させるためには片方がオリジナルの GN ドライブもしくは GN ドライブタウである必要があると思われる。実はこのダブルドライブシステムは劇中で様々な機体に採用されている。その開発過程や搭載過程というものが語られていないものの、グラハム・エーカーが登場したマスラオ・ヤッサノウブレイブ式艦用試験機にも採用されており、 GNMA-XCV2 アルバトーレや GNMA-04B11 トリロバイト、 GNMA-Y0002V ガデラーザなどの機体には複数搭載型のマルチドライブシステムが採用されている。後に誕生するツインドライブシステムは名前が似ているためダブルドライブと混同されがちだが、ツインドライブシステムは2機の GN ドライブを同調させることで GN 粒子生産量と粒子放出量を2乗化させるという本質が根本的に異なるダブルドライブをはるかに凌駕するとんでもないシステムである。 GN デバイスバックパック。前述の通りダブルドライブシステム用に開発された追加装備。ダブルドライブによる粒子量の増加に伴い武装の多重化を目指すという基本コンセプトで開発されており、追加アームによって GN ビームサーベルなどの各種武装の保持や使用を行うことができる。デバイスバックパックの中央部に専用の GN ドライブを搭載する構造になっているが、この時点では生産が追いついていないため粒子貯蔵タンクで代用している。エクシアが装備するものとデュナメスとでは若干形状が異なっており、デュナメスのものに関してはピストルホルダーの接続や GN ビームピストルを追加アームで保持することも可能な仕様になっている。エクシアの性能とガンダムデバイスエクシア GN デバイスバックパックを装備したエクシアのバリエーション形態。エクシアは人体に限りなく近い可動領域と柔軟な運動性を実現させるため、基本フレーム構造や機体を構成する各部ユニットも高水準の機体構造を有しており、4機の第3世代ガンダムの中でも最も複雑な基本フレーム構造だと言われている。両腕部は後述する特殊な専用兵装の運用を担う部位として非常に高い動作性能とマニピュレーターの精密動作性を追求したことにより、どんな武装にも対応可能な精巧さを実現。両脚部は単純な歩行ユニットとしての役割だけにとどまらず、 GN 粒子の特性を利用した質量軽減効果によって姿勢制御ユニットとしての機能も有しており、さらに鉄器を蹴り飛ばすなどの人間の動きを忠実に再現できるほどの動作性を獲得している。それらの非常に優れた動作性と運動性の実現には関節部に相当する部位の可動領域拡大が重要視されたため、他の3機のガンダムに比べて関節部の露出を招く機体設計になってしまったものの、結果的に高い運動性能を獲得したことによって被弾率が極めて低い機体に仕上がるとともに、腕部、脚部、胴体部には
GN 粒子の瞬間的な大量消費に対応するため GN コンデンサーを搭載し、それぞれの部位で GN 粒子供給コードによって連結されている。胴体部にはガンダムの動力機関であり、機体の根幹をなす GN ドライブを搭載。背部に円錐状に突き出したコーン型スラスターをマウントし、その内部に内蔵された GN ドライブは GN 粒子を恒久的に生成。無尽蔵に生成される GN 粒子を兵器の稼働、電波障害の発生、宇宙空間、重力下、水中問わず活動可能な推進力として転換可能なエネルギー源となり、従来のモビルスーツ群をはるかに凌駕する性能をガンダムに与え、胸部に搭載された2機のクラビカルアンテナはこれらの GN 粒子の制御を行う重要なユニットとなっている。また頭部には機体制御を行う機能が集約し、ベータとのリンクを行うブラックボックスも搭載されるとともに、額部の V 字型アンテナは GN 粒子の制御機能が試験的に導入されているなど、 GN ドライブに匹敵する重要なユニットになっている。エクシアはセブンソードの開発コードを与えられており、近接格闘戦に特化した5種7本の斬撃兵装を装備し、状況に合わせて近距離からの斬撃、投擲、回転斬りなど柔軟かつ圧倒的な格闘戦能力を獲得している。またエクシアは5種のうち3種類は実体験型の兵装を装備しており、 GN 粒子を出体とした武装群を装備している3機のガンダムとは異なる特徴を持つ。これは GN フィールドを有する敵、つまりソレスタルビーイングに裏切り者、離反者が現れた事態に対応するための対ガンダム戦というコンセプトのもと開発された、いわば切り札となりうる機体を意味している。実体験と GN ビームライフルを組み合わせた複合兵装 GN ソード、左腰部に GN ロングブレイド、右腰部には GN ショートブレイドを装備。この3種の装備はいずれも実体験型兵装であり、刀身を包み込むように高圧縮された GN 粒子をコーティングすることによって斬撃能力を格段に上昇させている。さらに GN 粒子によるビーム刃を形成する GN ビームサーベルを2機、ショートサイズのビーム刃を形成し投擲兵装としての使用も可能となる GN ビームダガーを2機装備しており、左腕部のハードポイントには GN フィールドを展開可能な GN シールドが装備されている。これらの装備に加えて GN デバイスバックパックを搭載したデバイスエクシアの新武装としてプロト GN ラスターソードが追加装備されている。この装備は GN 粒子を利用し実体験にビームサーベルの能力を付与させるという新技術を用いて開発されており、後に誕生する00ガンダムの GN ソード3の基礎となった武装でもある。装備名のラスターは輝きを意味し、身の丈に匹敵する大型の刀身は表面に粒子フィールドを展開することでシールドとして使用することも可能となる。この他にもデバイスバックパックが展開する追加アームでの保持やジョイント部に接続することでプロト GN ツインブロードブレイドやプロト GN シールド、プロト GN ハイメガランチャーなど既存の各種武装も強化することができる。デュナメスの性能とガンダムデバイスデュナメス GN デバイスバックパックを装備したデュナメスのバリエーション形態。デュナメスの機体構造はガンダムサダルスードで得られたセンサーデータと各部ユニットを継承し、非常に正確な超長距離精密狙撃を可能にした機体として完成に至っている。 V 字型アンテナを備えた頭部には精密射撃時に展開される高精度カメラアイガンカメラを額部に搭載しており、 V 字型アンテナと頭頂部の装甲が上下に展開しガンカメラモードへと移行。正確無比の長距離狙撃をサポートする機能を発揮するとともに、重要なユニットであるガンカメラを保護するため側頭部と頭頂部を覆うように装甲が装着されており、この装甲は他の第3世代ガンダムには見られない仕様になっている。またコクピットには長距離狙撃射撃線仕様に特化した設計が施されており、射撃時にはコクピットの天井部位に格納されている精密射撃用スコープとそれを支えるシリンダーアームが展開。さらには火器管制に集中する必要があるためシールド防御、回避運動などの機体制御は同乗しているハロが務めることになる。精密射撃用スコープにはガンタイプのトリガーとグリップを備え、ガンダムマイスターであるロックオンストラットスの卓越した狙撃能力をデュナメスにフィードバックできる構造となっているとともに、機体から取り外し外部兵装に接続することで射撃管制装置としての機能も有している。デュナメスのもう一つの特徴となる機体仕様が全身に施されたハードポイントである。
サダルスードに採用されていた両肩部の独立可動機部に加えて、腕部と脚部にも設けられたハードポイントによって様々なオプション兵装を装備可能となり、戦況に応じた装備の換装、追加武装による強化を可能にしている。そしてサダルスードから継承されているさらなる機体構造として、腰部背面に推進ユニットであるリアユニットを2機装備。 GN バーニアとしての役割を担うこの装備は、ユニット自体が可動式となっており、重力下での優れた機動性能に加え、狙撃時には姿勢制御を可能にする安定装置としての機能も有するなど、第3世代ガンダムの中でも特殊な装備、独自の機体構造で構成される機体に仕上がっている。デュナメスの武装は主に狙撃・射撃戦に特化した武装を装備しながらも、距離帯に応じて接近戦にも対応できるよう GN ビームサーベルを装備しているなど、柔軟な戦闘スタイルを確立。運用面では接近戦特化型のエクシアとの2機編成による作戦行動を行うケースが多く見られ、エクシアの高い格闘戦能力で強襲、デュナメスの正確無比な支援狙撃で殲滅するという対モビルスーツ相当戦を得意としていた。デュナメスのメインウェポンとなる GN スナイパーライフルは高威力かつ長射程を誇る大型 GN ビームライフルであり、連射性能は低いが、片腕のみでのライフルモードから重心下部に搭載されたバイポッドやセンサースコープを駆使し、頭部のガンカメラと連動させた長距離狙撃による運用を可能にするとともに、非常時には右肩部のハードポイントにマウントされている。オプション装備の一つとして、射程は短いが連射性能に優れ、威力よりも取り回しを重要視した武装 GN ビームピストルを2機装備。重心下部にはセンサーを備え、近距離中距離に対応した装備として小型目標や大部隊に対する制圧に使用されるケースが多く、非使用時にはスネ部側面のハードポイントに搭載されたホルスターに収納される。腰部フロントアーマーと膝部装甲にはそれぞれ4連装式最大24発の GN ミサイルを内蔵し、弾幕の展開から敵機への牽制、大部隊の対モビルスーツ戦における乱発といった多様な運用方法で用いられ、弾頭にはサダルスードで使用されたリボルバーバズーカの砲弾 GN キャノンボールが採用された。着弾時には内蔵された GN シリンダーが展開し、圧縮された GN 粒子が噴出することで対象を内部から破壊するという仕組みになっている。さらにソレスタルビーイングが保有する兵装の中でも秘匿兵器として扱われた超高高度射撃銃の運用も行われており、大型コンデンサーで高濃度圧縮した GN 粒子を放射するという超長距離ビーム砲でチャージに時間がかかるため連射は不可能だが、地上から高度数万キロに位置する低軌道ステーションを撃ち抜くほどの威力と射程距離を誇っている。その装備形態は特殊であり、腰部背面のリアユニットに専用のテールユニットを接続し、機体前後を大きく超える超高高度射撃銃を装備した機体の安定化を図るとともに、射撃体制時にはデュナメス自体がシステムの一部と化す仕様になるなど、本装備の特殊性がうかがえる。防御面に関しては初期装備となる右肩部に搭載された小型の GN シールドを装備しており、右上腕部をカバーする程度の E カーボン製シールドであったが、後に機体前面を覆う GN フルシールドが追加装備として実装され、肩部フレームと GN フルシールドの稼働によって機体の一部を防御しながら攻撃といった柔軟な運用を可能にしていた。なお、腰部背面のリアユニットに1機ずつ装備された GN ビームサーベルは緊急時の防御用として使用されたりもするが、ロックオンが接近戦を好まなかったこともあり、撤廃するよう進言していたとも言われている。このデュナメスにダブルドライブ用の追加装備 GN デバイズバックパックを装備した形態がデバイズデュナメスとなる。バックパックの形状はエクシアのものと多少異なるものの、 GN ドライブの搭載箇所や背部のアームユニットの増加など基本的な仕様は同じになっている。アームユニットには GN ビームサーベルの他に GN ビームピストルも保持可能となっており、デュナメス自身が保持するものと合わせて4丁の GN ビームピストルを展開可能となる。アームユニットの制御はハロが制御を担当し、あらゆる方向に展開する目標を狙い撃つことができ、 GN ビームピストルは GN フルシールド裏側にマウントすることが可能となる。以上、デバイズエクシアとデバイズデュナメスの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。